ご視聴ありがとうございます。今回は9月に購入した道具紹介したいと思います。今月は気づいたらシグネット製品ばかりでシグネットの紹介ですね。ちょっと変わった道具を2つ紹介したいと思います。さて、まずはシグネットについて。もともとはカナダとイスラエル、日本の出資で起こったブランドで、カナダに拠点を置いていた記憶がありますが、今は台湾に移ったみたい。工場を持たないファブレスのブランドです。綺麗な仕上げなのにリーズナブルな道具が多く、ファブレスらしく当たりの道具はお値段以上なものもありまして、試しで買っちゃうことがあるっすね。最近の当たり道具は樹脂製のピックツール。1990年設立の実は結構歴史のあるブランドです。一つ目、シグネットのシリンダーホーン。名前の通りホーニングを施すための道具です。ホーニングとは砥石を被削材の内面に押し付けて回転させることでその仕上げを行う工程です。よく使われるのがエンジンのシリンダー。シリンダー壁に細かな傷をあえてつけることで油だまりを作り出し、耐久性の向上を狙っています。先端に3つの砥石がついた構造です。砥石はスプリングで外側に押し出されてまして、研磨したい面に押し付けられる仕組み。押し付ける力はダイヤルを回すことで多少調整ができまして、好みの仕上がりを選ぶことが可能です。これをドリルにチャックして回転させることで対象を削っていきます。砥石の粒度は220。もともとこの道具、自分のオートバイのシリンダーに使う大きなサイズは持っていまして、使用感は知ってました。結構削れるんすけど思ったより削れない。矛盾したことを言っていますが、使った感想はそんな感じです。砥石当てた表面は荒れた感じになるのですが、ボアゲージで測ってみますと全然サイズは変わってない。思ったほど削れてないって道具です。今回は小さなサイズを買いました。目的はオートバイのフロントフォークの掃除です。長年放置していた整列フォークのボトム内側がえらい汚くなっちゃったんです。外側は塗装でなんとかなりましたが、内側どうやってきれいにしようと困っていまして、今回シグネットのシリンダーホーンを使ってみることに。奥まった箇所で使いたかったので、ゴムホースでドリルに接続して使いました。中心にはロングビットを入れてふにゃっとしないようにしています。ボトムに入れシャリシャリと削っていきます。ゴムホース接続でもしっかりと使うことができました。結果、結構きれいにすることができたっすね。壁面にこびりついた腐食みたいな汚れをほとんど落とすことができました。底部分に溜まった汚れを長いドライバーでかき出して終了。汚すぎてどうしようかと思っていたフォークボトムがこれで使えるようになりました。とてもありがたかったっすね。不満点としては、なぜかチャック部分の径が7ミリなことを挙げます。そのため延長など融通が利かず、せめて6ミリもしくは四分1にしてくれれば扱いやすくなると思うんです。欲を言えば四分1の六角形にしてくれれば最高。今回のような奥まった箇所や長い部分の掃除に使いやすくなりそう。今後のアップデートを期待したいですね。シグネットのシリンダーホーン、厄介な部分の掃除に使えるかもしれません。ピンときた方お試しください。2つ目、同じくシグネットの圧着工具。対象によって台を交換して使うタイプの圧着工具です。住友電装系の端子040型、050型を簡単に圧着できるものを探してました。他社の圧着ペンチを使って何とかやってましたが、使い方がうまくないのでしょう。ターミナルに反りが出てしまうことがあり困ってました。こんな具合に被覆をかしめる部分が一段下がってしまう感じで、コネクタに挿入できなくなってしまうのです。これウインカーによく使われているコネクタですが、差し込むところがめっちゃタイト。かといって弱めにかしめますと電線が抜けたり、段差を修正してたら折れてしまったり、横に広がりすぎてしまったりと、私にはどうにも難しくストレスを感じていた作業でした。道具屋さんで相談をしたところ、シグネットのこれとクニペックスを勧められまして、手の出しやすい価格だったシグネットを試してみることに。中国や台湾系の道具なのかな。どこがオリジナルなのか存じませんが、そっくりな道具はよく見るっすね。
この道具のメリットとして、導線部分と被覆部分のかしめが同時に行えることを挙げます。同時に押すので、結果として困っていた反りが起こりにくいかもって具合。こちらが普通の圧着ペンチとかしめ比べた結果です。パッと見でどちらが良いかすぐわかるっすね。えらい不器用な私でもシグネットを使えばこれだけまっすぐかしめることができます。セット内容がこちら。もともと台が5個付属していた先台があったようですが、よく使う3つに減らしてリーズナブルにしたものがこのセット。台は絶縁端子、裸端子用と今回使っていますオープンバレル端子用の3種類。今のところオープンバレルにしか使っていませんが、具合はいいっすね。こっちは JST の SM 用のターミナル。電線はコンマ5スクエアからとなっていますが、コンマ3スクエアでもしっかりと止まります。こっちは押す側のターミナル。これも綺麗にかしめられてるっすね。コネクタに入れるのも問題はありません。ただ完璧ではないっすね。シグネットだけでは完了しない場合も。見た目綺麗にかしめはできていますが、被覆保持部分の幅がわずかに太ってしまい、そのままではコネクタに入らないことがあります。ですからシグネットでかしめた後に違うペンチでさらに潰す作業が必要となる場合も、ターミナルとの相性みたいなのはありそうです。とはいえこれ使うようになってからは失敗しなくなったので、個人的にはとても満足をしています。電装周りの作業をやる際、心理的な部分でとても楽になったっすね。使い方には若干の慣れが必要かと思います。ターミナルも電線も台に挟むと中の方は目視できなくなりますので、なんとなく手感で位置合わせする必要が出てきます。またラチェット機構は解除しないと開き側には動かなくなりますので、羽が開き気味の端子については扱いにくさを感じるかもしれません。ターミナルを置いて電線を乗せて、ずれないように電線で押さえながら握り込んでかしめる。今のところこれで安定して作業はできていますが、作業スペースを十分に確保できない場合は、ターミナルを置いた状態で工具を先に軽く握り込み、位置を決めた状態から電線を後から入れて圧着という方法もやるっすね。ただこの場合は電線の被覆位置が目視できなくなりますので、出来上がりは見るまでちょっと不安。どちらの使い方をしても一般的な圧着ペンチに比べると扱いは難しいと感じました。一点お伝えすべきこととして、この道具一度初期不良に当たりました。台を固定するためのボールとスプリングが入っていますが、ぴょんと飛び出してきちゃったっすね。そのままでも気をつけていれば使えますし、すぐに交換対応はいただけました。あまり多くない事象かと思いますが、これ起こると直せませんので、パッケージビニールかぶってますから気をつけようもないんですけど、初期不良の確認は十分に行うことを勧めます。シグネットの圧着ペンチセット。値段だけ見るともっと安いものはございますが、シグネットブランドには安心感がありまして、それでこの値段ならおすすめしやすいと感じます。ターミナルかしめで困っている方、お試しください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya!